こんにちは。シスコでエンジニアをしております。箕浦です。今回から複数回にわたってサウザンドアイと呼ばれる製品を紹介します。1回目はサウザンドアイの概要を簡単に説明します。少し前の企業の IT は自分たちの拠点内または自分たちの拠点とハウジングしているデータセンターの間など狭い範囲で閉じていました。しかし、現在皆様も普段の業務でマイクロソフト365などの SaaS ソフトウェアアズアサービスを積極的に活用しているかと思います。この結果、企業の IT というものが自分たちが正確に状態監視できる社内ネットワークを超えて自分たちでは正確な状態監視ができないインターネットまで広がってしまいました。つまり現在の企業の IT は自分たちのインフラ設備よりもインターネット側に深く依存しており、何かトラブルが発生した際、そのトラブルの原因が自分たちでは制御できないインターネット側に存在しているケースがかなり多いです。この結果、ネットが遅いんだよなどの問い合わせが来ても、原因なんてわからないよといった悩みを抱えているシステム運用者の方も多いかと思います。このようなシステム運用で悩んでる企業様にぜひサウザンドアイを使っていただけたらなと個人的には思っています。サウザンドアイを使うことで何かトラブルが発生した際にインターネットのどこでそのトラブルが発生しているかを簡単に把握でき、今回のトラブルは自分たちは全く悪くありませんという悪魔の証明が簡単にできます。サウザンドアイでは簡単なテストを実施するだけで特定の SaaS のアプリにおける時系列での遅延やパケットロスの変化であったり、自分たちの拠点からクラウドのどこかに存在している SaaS のアプリが動作しているサーバーへの経路を可視化し、途中の経路のどこでトラブルが発生しているかなどを可視化することが可能です。サウザンドアイがどのようにこれらの情報を収集するかと言いますと、まず皆様の拠点内などにサウザンドアイの監視用のエージェントを配置します。監視用のエージェントには皆様の PC 上で動作するエンドポイントエージェント、シスコのルーターやスイッチ上などで動作するエンタープライズエージェント、シスコ側がクラウド上で用意したクラウドエージェントの3種類が存在します。エージェントの準備が完了しましたら、サウザンドアイが提供しているクラウドのウェブポータル上で監視用のテストを定義します。テストは大きく分けて、ルーティング、ネットワーク、DNS、ウェブ、ボイスの5種類存在します。監視用のエージェントは、ウェブポータル上で定義されたテスト内容に基づき、目的の SaaS のアプリに対して HTTP リクエストなどを送信し、遅延やパケットロスを測定したり、トレースルートを実施して途中の経路を可視化したりします。そして、監視用のエージェントが測定した情報は、サウザンドアイのクラウド上に転送され、
システム運用者は Web ポータル経由で測定結果を確認することが可能です。こちらのサウザンドアイ、いろいろな使い方があるのですが、代表的な使い方は2つありまして、1つ目は自分たちが提供している IT サービスを使用しているお客様目線の品質測定になります。世界中に存在するクラウドエージェントから自分たちが提供するサービスに対してテストを実施し、お客様のユーザー体感に問題がないことを確認します。2つ目の使い方は、自社の社員目線の品質測定になります。自社に配置した監視用のエージェントから業務で使用する SaaS のアプリに対してテストを実施し、社員のユーザー体感に問題がないことを確認します。では、実際にトラブル発生時にサウザンドアイでどのように悪魔の証明ができるのか、つまり自分たちは悪くありませんと言えるのかを見てみます。今回はこちらの2019年11月20日のマイクロソフト365の障害におけるサウザンドアイの測定データを見てみます。こちらのグラフが時系列でのパケットロス率の変化になっており、11月20日の10時を超えたタイミングでパケットロス率が増加していることが確認できます。このようにパケットロスが発生すると、情報システム部門には社員からネットにつながらないんだけど、などの苦情が入るかと思います。その際に役に立つのが、こちらのパスビジュアライゼーションになります。こちらは、社内に配置してある監視用のエージェントから、クラウド上のどこかに存在している SaaS のアプリを提供しているサーバーまでの通信経路を可視化したものになります。実施中のテストにおいて、パケットロスや遅延などを検出していない場合は、エージェントはこのように緑色で表示されるのですが、パケットロスや遅延を検出したエージェントは赤色で表示されます。また、実際にパケットロスや遅延が発生しているルーターなどのネットワーク機器やネットワーク回線はこのように赤色で強調されます。では、このパケットロスが発生している回線の右側のノードを見てみますと、ネットワークがマイクロソフトコーポレーション。左側のノードも見てみますと、こちらもネットワークがマイクロソフトコーポレーションになっています。この結果、2019年11月20日のマイクロソフト365のトラブルは、マイクロソフト側のネットワークが原因だということがわかります。つまり、情報システム部門の方々は、このパスビジュアライゼーションを見ることで、今回のトラブルは自社設備の問題ではなく、マイクロソフト側の問題で発生していると自信を持って言うことができます。このようにサウザンドアイはトラブルシューティングに非常に役に立つ製品でして、また15日間の無償トライアルもありますので、この話を聞いて少しでも興味を持たれたお客様はぜひ試しに触ってみてはいかがでしょうか。